すぐやらない人がすぐやる人に変わる秘訣。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回はすぐやる行動力を高める科学的な方法について解説していきます。やるべきことがあるのになかなか手をつけられない人が意外と多いです。すぐやらない原因は性格ややる気ではないです。あなたの脳がすぐやるモードになっていないだけです。この動画ではすぐやらない人がすぐやる人に変わる方法を6個紹介します。参考になった人、これからの生活に活かしたい人はいいねやコメントをください。1個目、まず脳の準備運動を始める。朝起きてから4時間後が1日で最も脳が活性化される時間帯です。その時間帯に的確な情報を得ることで生産性やパフォーマンスの向上につながります。そしてこの時間帯に眠気を感じる場合は睡眠不足のサインです。課題をすぐに解決する人に睡眠不足の人はいないです。仕事ができる人はちゃんと睡眠をとっています。ここでは行動力に差がつく睡眠の秘訣を5つ伝えます。1つ目はベッドの中では読書、スマホ、音楽など眠りに関係ないことをしないことです。ベッドイコール睡眠にしてください。僕は携帯とかパソコンを絶対に寝室ではいじらないです。そもそもスマートフォンは寝室にも持っていかないです。2つ目、平日と休日の起床時間の差を1時間程度に抑える。土日にたくさん寝ている人は気をつけてください。今すぐにやめてください。僕は平日も休日も寝る時間、起きる時間がほとんど一緒です。脳と体のリズムと生活のリズムのズレを防ぐことができます。3つ目、朝目覚めたら窓から1メートル以内に入って脳に太陽光を届ける。脳は光を感知してから16時間後に眠気を作るため、夜のスムーズな睡眠につながります。4つ目、できるだけ体を動かして体温を上げる。睡眠の質がいい人は運動の習慣を持っています。あなたも運動をして体温を上げることです。5つ目、翌朝の起きる時間を3回唱えて寝る。起きる時間を言語化すると、起床準備をするコルチゾールというホルモンが起床3時間前から分泌されてすっきりと起きることができます。5つのコツを実行すると2週間後に体が変化して思考も変わります。これがすぐやる人への入り口になります。続いて2個目、脳に別のものを絶対に見せない。やるべきことがあったのに別のことをついついしてしまう。そんな人は非常に多いです。勉強をしなきゃいけないのにスマートフォンをいじってしまったり、課題をやらなきゃいけないのについついテレビを見てしまう人です。脳が自分の判断に与える影響は視覚・見た目が 55%、聴覚・声の調子が 38%、言葉・話した内容が 7% です。人の無意識っていうのは見た目を重視します。つまり余計なものを一度脳に見せてしまうと逆らえないってことです。対策としては余計なものを見ないことが重要です。勉強するときは勉強道具以外はしまってください。ここで簡単なエクササイズを3つ紹介します。1つ目、パソコンモニターはこまめにオフにする。パソコンの作業をしない間もモニターがついたままは絶対にダメです。モニターを見ていなくても視界に入るだけで脳はモニターに反応をします。脳のエネルギーの無駄遣いで集中力が低下して疲れやすくなります。パソコンを使わないときは必ずパソコンをオフにしてください。2つ目、作業や勉強の場で余計なものを出さない。作業や勉強のためにカフェや図書館に行ったとき、余計なものを出していると集中力が低下します。スマートフォンは必ずしまう。パソコンもしまうようにしてください。3つ目、トゥードゥを付箋に書き出して貼り付けるのを絶対にやめる。人の脳っていうのは一つずつしか作業をこなせない作りになっています。すぐに目の前の作業に取り掛かるには脳を一つの作業に集中させることが重要です。いくつものタスクを付箋に書き出したり忘れないように周りに貼り付けるのはやめてください。3個目、脳と体をうまく連帯させる。脳は体から、そして体は脳から指示を受けています。
目的を達成するためにどうあるべきかを予測し、行動を決めましょう。そして何のために行動しているのか、自分はどこへ向かおうとしているのかを決めて、体にどんな指令を出すかを決めてください。この能動的なシステムをフィードバックフォワードと言います。すぐやるためには有効な考え方です。ここで簡単なエクササイズを3つ紹介します。1つ目、流し台に皿を置かずに洗う。自宅でご飯を食べ終わって食器の洗浄をすぐにやろうと思ったら、脳は皿洗いに取り掛かる様子を予測できていないです。食後皿を1枚だけ流しへ持っていって、そのまんま洗うだけでもすぐ洗う動作が脳に伝わります。食事を終えてから皿を洗うまでの関係性を脳に理解させてください。2つ目、バッグを最後まで閉める。脳が自分の行動を予測するには、動作の区切りを分かりやすくすることが重要です。バッグを開けたら閉める、その一連の動作を脳に理解させて、しっかりした区切りをつけることで、次にすべき行動を予測するように促してください。そうすることで脳の先行きの不確定さを和らげることができます。3つ目、出勤して最初にメールチェックをしない。急ぎの案件があるときは別ですが、出勤イコールメールチェックの動作はすぐやるモードを解除してしまいます。脳は先ほど伝えた通り、起床4時間後からが最も冴えている時間です。この時間をメールチェックに使うのは最悪です。アイデアの創造や問題解決に当てるようにしてください。続いて4個目、脳は他人を真似するようにできている。脳は他人の行動を見ただけで行動を真似する性質があります。周りにすぐやらない人がいると、それが伝染して職場全体になんとなく先延ばしする雰囲気が作られます。また周囲にすぐやる人がいれば、それも伝染します。しかし、すぐやらない人の伝染力の方が強い傾向にあります。対策としては、すぐやらない人を視界から外すことです。逆にすぐやる人を視界に入るように心がけることが大切です。簡単なエクササイズを3つ紹介します。1つ目、一流の人の仕草に注目をする。脳は目に映った人の仕草を無意識に真似します。どうせなら意識的に一流の人の仕草を真似させて、理想の仕草を身につけた方がいいです。自分の理想に近いと感じる人と出会ったら、その人の仕草を真似することがすぐやる人になるための近道です。2つ目、すぐやる人の動きを言葉にする。すぐやる人になるためには、すぐやる人の立ち振る舞いを言葉に表してみることが大切です。言語化をすると、脳内ではすぐやる人の動きがイメージされます。その結果として自分の次の行動として再現されやすくなります。逆にすぐにやらない人の立ち振る舞いを言語化することは避けてください。6つ目、腕組み、足組みをせず座る姿勢を正す。周囲に真似したくない人がいるなら、まずは自分の仕草を変えることが大切です。仕事効率が悪い人はだいたい姿勢が悪いです。周囲の姿勢が悪いと自分の姿勢も崩れがちになります。自分だけは綺麗な姿勢を心がけることが大切です。続いて5個目、臨機応変な対応力の高め方。脳を柔軟に対応できる状態に保つ方法は、自分の体が自然に動く状態の時のキーワードを見つけることです。すると脳はモチベーションを刺激される状況を待ち構えてスタンバイします。また自然とすぐやる脳にするためには、普段から使う言葉を意識的に変えてみることも大切です。ここで簡単なエクササイズを2つ紹介します。1つ目、未知の分野の人同士の話に聞き耳を立てる。普段関わることのない人の言葉を観察すると、その人が使う共通言語や特徴、言葉の偏りを客観的に捉えられます。他人の言葉の偏りに気づけると、自分の言葉の偏りも客観視でき、言葉や思考の角度が増えます。そして自分以外の言葉を仕入れて増やしていくことで、どんな状況でも対応できる思考が身につきます。2つ目、国語辞典を読んでみる。言葉や文法に数多く触れることで脳は言葉を仕入れます。すると知っていても普段使わなかった言い回しが意識をしなくても出るようになります。言葉が変わると思考も変わって脳は今までと違った答えを出すようになります。その結果、できないことが少なくなって同時に体から無駄な力が抜け
行動に移しやすくなっていきます。6個目、感触は脳活性化の強制スイッチ。触覚は唯一遮断できない感覚器官で、脳のやる気と関わる重要な感覚です。感じられる触覚が減少すると脳のやる気は低下して、すぐやることや継続してやり続けることが難しくなります。視覚をはじめとする感覚は、それを感じた瞬間に脳に大きな影響を与え、目をそらした瞬間にその感覚は失われます。逆に触覚は触れた瞬間の影響に加え、触れた後もしばらくはその感覚が残り、時間が経つごとに脳に与える影響が大きくなります。たくさんのものに触れて触覚が豊かになると、脳は正しく指令を出せるようになり、円滑な体の動きに直結します。簡単なエクササイズを3つ紹介します。1つ目、筆記用具を反発力で選ぶ。筆記用具を選ぶときは、ペン先の反発力に注意を向けると、字を書くときの無駄な力が抜けます。すると自然と疲れにくくなります。これも豊かな触覚情報によって体が思い通りに動くってことです。2つ目、手が汚れる作業をする。今の世の中は手が汚れることに注意を払った商品が増えて、触覚を得る機会が減っています。触覚が脳をやる気にします。あえて手が汚れる作業をしてみることをお勧めします。例えば道具を使わない料理をやってみてください。汚れずに済むことを考えるよりも、あえて能動的に触覚を獲得する姿勢を作ることが大切です。3つ目、爪を整える。指先を器用に使うために、爪は非常に大切な役割を果たしています。爪には豊富な情報量を脳に届け、指先の繊細な動きを支える機能が備わっています。時々でいいです。普段よりも時間をかけて爪磨きをしてみてください。爪の状態を整えるだけで質の高い感覚情報を得られるようになります。すぐやる人とすぐにやらない人がいます。何が違うのか。やる気や性格ではないです。脳の使い方が本当に大切です。僕がこの本で一番響いたのが、2個目の脳に別のものを見せないことです。本を読むときはパソコンを閉じます。スマホをしまいます。別のものが見えていると、ついついパソコンをいじってしまったり、スマホを触ってしまいます。人の脳っていうのは一つずつしか作業をこなせないです。あなたも何かやるときは余計なものをしまってから取り組んでください。すぐに行動できない、すぐに動けない人は、すぐやる人の習慣を身につけてください。この動画が参考になったという人は、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。